はい、皆様こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回も DIY の太陽光発電の動画になります。今回紹介したいのはですね、ちょっと特殊な製品になっています。マイクロインバーターというのはね、ご存知の方も多いと思います。以前もですね、マイクロインバーターの動画をアップしておりますけれども、今回もマイクロインバーターの動画です。しかしですね、今までのマイクロインバーターと、少しね違う商品になりますので、最後までご覧になってみてください。それではね、早速そちらの商品の、説明をしていきたいと思います。はい、マイクロインバーター自体はねこちらの商品になります。これはね一般的に市販されています、従来のねマイクロインバーターと同様のもので、同じようにね使うことができます。少し、システムが違うというところなんですが、何が違うのかと言いますと、こちらのねハブと呼ばれる、機器を接続します。こちらね、MC4 コネクターになっていますが、これコネクターねたくさんあるんですけれど、これでね何を接続するかと言いますと、こちらにねバッテリーがあります。こちらのねバッテリーと接続することでですね、日照の少ない発電量のね少ない時間帯、朝夕ですとか曇りの日などにもね、このバッテリーからの電力、それからソーラーパネルからの電力をミックスすることで安定した電力供給ができるようになるというシステムになっています。全てですねこういった、こちらにも、MC コネクタあります。でバッテリーとですね、こちらのハブ、バッテリーもねいくつか連結させることができるんですが、こういったねコネクターがついています。そのためですね、ケーブルの端子をつけたりですとか圧着したりということがないです。全てねこのポート、このコネクタ同士を接続することで、プラグインでねどなたにも簡単に接続することができます。もちろんこちらのマイクロインバーターからの出力もですね、ケーブルを使って家庭内のねコンセントに差し込むだけで電力供給ができるというシステムになっております。ここからはですねタブレットでアプリをね利用して設定をしながら先にね進めていきたいと思います。まずはアプリのインストールからですね、こちらにアクセスしてインストールしていきます。スマートライフというねこちらのアプリになっています。これは一応許可しておきましょうかね。何かがあった時の通知かもしれませんので許可をしておきます。中国製のアプリですから使用については少しね慎重になった方がいいかもしれませんが、この辺りはね自己責任でお願いします。まだねアカウント作成していませんのでここで登録をします。認証コードがねメールアドレス宛てに届くと思いますので、入力したねメールアドレスから認証コードを確認して入力します。はい、これで OK です。パスワードのね確認画面がなかったので、これ間違えて入力してしまうと、再度ねログインできなくなってしまう可能性ありますので、これね十分に注意して確認しながら入力した方がいいと思います。でとりあえずここまででですねデバイスの追加というところまで行きました。ここまで来たらですね機器の接続に入ります。ここからはねまたね機械、マイクロインバーターなどをね接続していきたいと思います。今回バッテリーは2つなので2段になります。まずねバッテリーを2つね重ねていきます。バッテリーの裏側にもですね、このように、ゴムのねカバーがかかっていますので、こちらね外してください。これはもう簡単にね乗せるだけですね。
はい、次に、こちらのハブですね。これもコネクタの部分ね載せるだけになっています。ここね、ちょっと動画では見えづらいかもしれないんですけど、斜めにねスリットといいますかね、斜めにこう加工してありますので、こことねこの斜めが合うようになっていますから、もう簡単にね重ねることができます。これ上面がですね、なんか裏面のような形になってますけど、放熱のねフィンになっていて、熱がね逃げるような構造になっています。でこちらですね、防水機能ついてますので、屋外にね置いておくことも可能です。今回はねこのままね屋外でテストしていきます。でこちらのコネクターですね、と分かりにくいので向き変えますね。はい、このような感じですね。インプット、それからアウトプットになっています。インプットの方はパネルが接続されるようになってまして、アウトプット側ですね、アウトプット側にマイクロインバーターがつくようになっています。この間のねケーブルは、付属していましたので、そちらをねつないでいきます。まずはですね、ハブとそれからマイクロインバーター側を接続するようになっています。入力ですね、2系統ありますので、2系統ともケーブルを挿します。はい、このような形になります。でこれをですね、ハブに接続していきます。アウトプット側がマイクロインバーターになります。ちょっと分かりにくい映像になってしまいますけど、ハブから出たアウトプットがマイクロインバーターに、2系統ですね入っています。で残る、コネクタね4つ、2系列分の、インプット側、こちら側にソーラーパネルの系統をつないでいきます。はい、今コネクタを挿したところですね、こちらの LED ランプが赤で、点滅が始まりました。ここからまたですね、アプリの方の設定に戻ります。はい、ここからですね、デバイスの追加というところに移ります。これはですね、Wi-Fi でつなぐか、ローカルにつなぐか、Bluetooth でつなぐかという接続方法が出ていますね。どれでつなぐのがいいのかな。そこまではマニュアルに出てないので、今回は、From the Enter the Wi-Fi パスワードクリック、多分ね Wi-Fi でつなぐことで、家にいない時間ですね、家にいない時間からも、外部からねアクセスできるのが、Wi-Fi になると思います。アプリに対してホームデータへのアクセスを許可してください。ホームデータ。ちょっとね、この辺りは、今回は、難しいので、Bluetooth でね、接続していけばいいのかなと思います。ちょっ
これは Bluetooth をオンにする、APP の使用中許可ですね。許可。使用を求めています。OK ですね。OK です。これでですね、近くの、機器が自動的にね、ペアリングされるようですね。とりあえずですね、何度か接続をし直したところですね、このマイクロインバーター側のランプですね、これがグリーンで点灯するようになって、下のですね、こちらハブの方のランプがブルーにね点灯するようになりました。しかしですね、未だですね、ペアリングができてない状態になってます。で、今青いランプがついてるんでオンの状態なのか、これを一回切ってみますね。ここでマイクロインバーター側がね赤くなりましたね。マイクロインバーター側のランプ点滅、これだと分かんないのか。で今ね赤の点滅になりました。ハブの方は点滅が止まった状態です。これで、10秒経ってからということなので10秒ぐらいね待ちたいと思います。これでつきました。デバイス来ましたね。ようやく来ました。見えますか？ここにハブが出ました。これで追加します。ここで Wi-Fi のパスワードですね。これで、通信設定ができるようです。今ね、マイクロインバーターの方もね、パイロットランプがね、グリーンになりました。はい、ようやくこれで、機器のね、デバイスの追加ができました。今ね、デバイス追加ができましたので、これで完了ですね。ようやく出ましたね。ようやく出ました。こんな感じで、画面が出てます。ですね、こちらの方はやはりですね、赤の点滅、両方ともね赤の点滅になってしまっています。パネルがね発電してない状態になってるのかな。パネルが接続されていない状況と同じ状況になっているような気がします。バッテリー側からですね、マイクロインバーター側に電気は流れているという感じです。なので一度ですね、もう一回ですね、パネルの接続をね切ってみたいと思います。はい、一旦取り外しました。これね遅れてくるのかな。遅れてるのかもしれないですね。ちょっとね今外したんですけど、パネルの方ですね。そしたらちょっとねタイムラグがある様子はなかなかわからないんじゃないかなと思うんですが、ちょっとね実際には今ね赤いランプなんですね。でこちらがですねこういう感じでパネル側からはね電気がね流れてない状態になってます。でこれがね今パネルのケーブルを外したところですね、パネル側から電気流れ出したので、ちょっとねこのアプリ側からっていうんですかね、機器側の動作がですねちょっとタイムラグがあるのかもしれないです。少しねこのままね待ちたいと思います。やはりそうですね。これで見ると今ですね画面が光っちゃって見えないかな。わかりますか？パネル側から電気がね流れていて、
家の方で使用しているよりもですね、使用量、これでいうと10ワット流れてて、バッテリーの方にね今ねメインでチャージしてます。またパネル側が切れましたね。この辺りがちょっとよくわからないな。何かどこかで設定ができるのかもしれないですね。今ここバッテリーが 60% と 100% になってますね。2つバッテリー、重ねてるんですけど、下の方がね 60% っていうことになっちゃってますね。こういったところが充放電のね量がサイクル数7になっているので、これ7、8、中古だったのかなみたいな感じもしますけど、DC2、DC1、これ面白いですね。このマイクロインバーターですね、入力で直列にもつなげるし、2系統出力できるようですね。なので例えばですね、単層3線式の場合ですね、ライブ1、ライブ2でですね、別々の系統に2系統送ってあげることで、家庭内ね、全部送れるみたいですね。通常マイクロインバーターですね、どちらか片側の層にしか送れないんですけど、これね、両側に送れるようですね。これですと、単層3線式のね、家にもいいような気がします。で、このパネルの発電量が少ないのがねすごい気になるんですが、なんで発電していないんでしょうか。わかりました。 60V 超えてますね。電圧が超えてしまっているということで、これじゃダメだ、オーバーしちゃってます。PV オーバーで、それで赤いランプがついちゃってるみたい。このまんまだと使えないですね。PV オーバーです。ちょっと壊しちゃうところだった。とりあえずですね、まだ太陽なんとか出てるんで、1枚だけとりあえず、あるのをねつけてみましょう。アプリの方はねこんな感じですね。とりあえず今ねもうだいぶパネルが影になっちゃってるんですけど、このパネルね 180W パネルなんで、ごめんなさい 190W パネルなんですけど、今ね 90W ぐらい、影になっちゃってる部分含めて、90W ぐらいで発電してます。こんな感じでねちょっとガサツな置き方なんですけど、下の方ねもうちょっと影になっちゃってます。全部をねもう動かすと大変なので、もうこれで仕方がないという感じなんですけど、グリーンのランプ点滅になっていて、ハブの方はブルーのねランプがついてるという状態です。こっち側から撮った方がいいかな。こんな感じですね。こんな感じで、ベランダで、発電ができるというところがね、ベランダで発電した分をそのままねケーブルを挿すだけなので、太陽光発電のね、知識があまりない方とかですね、電気工事士の資格ない方でも、これでね十分に太陽光発電 DIY でねできます。でこういうねベランダの手すりですね、こういうところに、かけてあげる金具も販売してます。その金具の動画ねまた別にアップしてますので、そちらもよろしければ見ていただいて、そういうね金具を利用してベランダの手すりにですねこういうパネルを設置してマイクロインバーター利用ができるようになると思います。はい、これでですね今回の動画は終了となります。今回ねぶっつけ本番でテストしたのでね、この機器とソフトのですねアプリのペアリングでだいぶ手こずってしまって、
日がねもうこんなに傾いてしまいました。また改めてですね、セットアップする様子なども動画にしていきたいと思っておりますので、お楽しみにしてください。それではね、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。